私が生まれてすぐに母は他界し、私は祖母に育てられた。母を心から愛していた父は、母の命を奪った私を愛することができなかったのだという。私は内気な子供で、友達も少なく、学校でもよく泣かされた。親戚の集まりでは、私はよく子供時代の母と比べられ、居心地の悪い思いをした。おてんばでいつも周りを笑わせていた母の話を聞くと、私は母とは違う自分に後ろめたさを感じて、ますます何も話せなくなった。そんな私を祖母はいつも優しく抱きしめてくれた。茜にはね、茜にしかないいいところがたくさんあるのよ。泣きじゃくる私の背をなでる祖母の固く冷たい手は、私の中からすべての不安や悲しみを取り去ってくれた。祖母はいつだって私を受け入れてくれた。私が御社を志望した理由は、御社の経営理念に共感し、小さな木造アパートの一室で、私はスマホのカメラに向かって一人で面接の練習をする。大学卒業が間近に迫っているこの時期に、内定を一社ももらっていないのは、ゼミの同期や友人たちの中でも私だけだ。私は口下手な上に極度の上がり症で、特に面接のような場面が一番苦手だった。試験やレポートで優秀な成績を収め、同期生の勉強を見てあげることもある私が内定をもらえていない事実に、教授も頭を抱えていた。一人暮らしで奨学金をもらい、アルバイトで生計を立てている私には、就職浪人などという選択肢はない。私は何としてでも就職先を決めなくてはならなかった。事情を知っているだけに、同期や教授、就職支援課の職員たちは私にいくつものアドバイスをくれたし、面接の練習にも付き合ってくれた。私は動画を止め、面接に備えて用意したメモ帳を見つめた。そのメモ帳には、これから面接を受ける企業の情報や、私の自己分析、教授や友人たちの励ましの言葉が書かれている。明日は私が唯一最終面接にまでこぎつけた企業の面接がある。ずっと一次面接で落とされてしまっていた私にとって、またとないチャンスだった。私はもう一度スマホで自分の姿を撮り始める。私の長所は、そこで言葉が止まった。あかねちゃんの長所はね、人の話を一生懸命聞いてくれるところよ。頭の中で祖母の声がよみがえる。何度練習を繰り返しても、私は自分の長所を語るとき、言葉が詰まり、声が震えてしまう。おばあちゃん、ごめんね。つぶやいて撮影を止める。本棚の上に飾られた写真から祖母が私を見下ろしているのが目に入った。私の長所は人を大切にできることだと祖母はいつも私に言ってくれた。私はそんな祖母を大切にしてあげられなかった。私が大学に入学してすぐに祖母の様子がおかしくなった。夜間に火をかけたことを忘れてぼや騒ぎを起こしたり、同じことを何度も話したり尋ねたりした。私のことを母の名前で呼び、厳しく叱りつけたりもした。そして近所に買い物に出かけたまま何時間も帰ってこなくなり、親戚中を巻き込む
大騒動にまで発展した。おばの勧めで祖母を施設に入れることが決まった時、私は内心ほっとしてしまった。私は疲れていた。苦労して合格した大学で憧れのキャンパスライフが始まりかけていた私にとって、別人のように厳しくなり奇怪な言動を繰り返す祖母は、私の楽しい生活を邪魔する厄介者であり、恐怖の対象になっていた。親戚との関係があまり良くなかった私は、頼れる人もなく一人で抱え込むしかなかった。だから祖母が騒動を起こしたことで、祖母が認知症を患っていることが親戚に知れ渡ることになり、施設に入れることに決まった時、私は心から安堵したのだ。祖母が施設に入所する日、私はおばと祖母と3人で施設に向かった。祖母は恐れていたように暴れ出すこともなく、目に涙を浮かべ、私をそっと抱きしめて言った。あかね、ありがとう。元気でね。その瞬間、どんな時でも味方でいてくれたたった一人の人を、私はこんなところに置いていくのだということが初めて実感として私を襲った。祖母は施設に入って数日で息を引き取った。あの日の悲しげな笑顔が私が見た祖母の最後だった。面接の当日、私は余裕を持って家を出た。だいぶ早い時間に家を出てしまったせいで、私は1時間以上早く会場に着いてしまった。どこかで休んで気持ちを落ち着けよう。私は一次面接の時にも利用したファミレスに向かって歩き始めた。すると、ある光景が目に飛び込んできた。そこは平日のオフィス街で、外回りの営業さんなどが忙しそうに歩き回っている。その忙しい人々の中で、一人のおばあさんが頼りなさそうにおろおろと横断歩道の前を行ったり来たりしていた。なんとなく胸騒ぎがして、私はファミレスに向かう足を止めて、そのおばあさんを見つめた。おばあさんの不安そうな表情があの日の祖母に重なって、私は彼女から目が離せなかった。スマホを見ながら歩いていたサラリーマンがおばあさんにぶつかった。おばあさんが横断歩道の上に倒れ込む。危ない！気づけば走り出していた。私は急いでおばあさんに駆け寄ると、おばあさんを助け起こす。大丈夫ですか？私はおばあさんを支えながら、なんとか歩道の端に移動する。ごめんなさいね。家に帰ろうとしたら道に迷ってしまったの。申し訳なさそうに言うおばあさんに、そうなんですね。どのあたりに住んでいるんですか？と尋ねてスマホを取り出す。まだ時間まで余裕があるし、道案内くらいしてあげられるかもしれない。おばあさんが教えてくれた住所をスマホに入力しようとして、私は驚いて手を止めた。熊本県ですか？私の問いかけに、そうなのとおばあさんはニコニコと笑う。なんだかしばらく見ないうちに、随分と記憶と違ってしまって困っていたのよ。親切な人に会えて助かったわ。嬉しそうに笑うおばあさんの姿を見て、私は戸惑ってしまった。ここは東京だ。歩いて熊本県になんて行けるわけがない。どうしようかと悩んでいると、私はおばあさんの洋服に縫い付けられた小さな布切れに気がついた。ごめんなさいね。気を使わせてしまって。向かいの席に座るおばあさんに
温かい紅茶を渡すと、おばあさんはすまなそうに微笑んだ。私たちは今ファミレスの席に向かい合って座っている。おばあさんのお迎えが来るまでファミレスでゆっくり待つことにしたのだ。私はおばあさんの服に縫い付けられていた連絡先に自分のスマホから電話をかけた。電話に出たのは京子さんという女性だった。彼女は疲れを感じさせる声で、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんと何度も何度も謝っていた。私は京子さんに自分たちがいる大まかな位置と落ち着ける場所についてからまた連絡することを伝えて電話を切り、このファミレスにやってきた。ここなら企業からも近いし、早く着いたおかげで時間にも余裕がある。私はおばあさんの向かいで面接のために用意したメモ帳を広げた。おばあさんの方を確認すると、おばあさんと目が合った。おばあさんは不安そうに尋ねる。今誰を待っているの？なんて答えようか一瞬迷い、私は京子さんですと正直に答える。おばあさんは目を大きく見開いて、京子が一人でここに来るの？あの子ったら迷子にならないといいのだけど、と心配そうに言った。そして京子さんのことを話し始める。どうやらおばあさんの中では京子さんはまだ小学生で、よく道に迷う子供だったようだ。京子は本当に心の優しい子で、弟の清にまで泣かされてばかりで、と京子さんやその弟の清さんについてたくさんのことを話してくれた。おばあさんの話を微笑ましい気持ちで聞いていると、ふと店内にある時計が目に入った。面接の時間が近づいてきている。ここで待っていれば京子さんは迎えに来てくれるだろう。念のため店員さんにも事情を伝えて、そろそろ向かった方がいいかもしれない。そう思って腰を浮かせようとすると、それに気づいたおばあさんは私を見て微笑んだ。もう行くのね。ありがとう。元気でね。その寂しげな笑顔が祖母と重なる。あかね、ありがとう。元気でね。脳裏に祖母の声がよみがえり、私は浮かせかけていた腰をもう一度硬い長椅子に落ち着けた。まだ大丈夫。まだ30分以上ある。私が大丈夫ですと微笑みかけると、おばあさんは安心したようににっこり笑った。ねえ、あなたのご両親はどんな方なのかしら？楽しそうに話し続けていたおばあさんが思いついたように私に尋ねた。私の両親ですか？言いよどむ私におばあさんがにっこり笑う。ええ、あなたのような優しいお嬢さんの親御さんだもの。とっても素敵な人なのでしょうね。おばあさんの言葉に私は笑顔が引きつるのが分かった。おばあさんはねえと笑い、私を優しい瞳で見つめている。私は気がつくと、今まで誰にも話したことがない話をこの見知らぬおばあさんに話し始めていた。母は私が生まれてすぐに亡くなりました。父は母の命を奪った私を許すことができないと言って、私を母方の祖母に預けたそうです。私は2人を写真の中でしか知りません。父のことはよく知りませんが、母は明るくて可愛らしい人だったと親戚からよく聞かされました。
母と私は顔だけはよく似ています。だから母を知る人はみんな私と母を比べました。祖母が私の親代わりでした。祖母は本当に優しくて、こんな私を受け入れてくれて大切に育ててくれました。でもおばあちゃん、だんだん私のことわからなくなってしまって、私のことをお母さんだと思い始めて、おばあちゃんだけはいつだって私を見てくれたのに、おばあちゃんだけが私のことお母さんと比べたりしなかったのに、なのにおばあちゃん、私のことお母さんだと思ってお母さんの名前で呼んで、私おばあちゃんの中からいなくなっちゃって、話し始めたら止まらなくなって、私は泣き出していた。泣きじゃくる私の頭を冷たい手が優しく撫でる。そうかそうか、つらかったね。触れられたところから体が温かくなって、優しい熱がじんわりと心の奥まで広がっていくような気がした。おばあちゃん、最後に私のこと抱きしめてくれました。私のことを名前で呼んでくれました。なのに私、おばあちゃんのことを見捨てて、それ以上は言葉が続かなかった。おえつを続ける私の頭をおばあちゃんは優しく撫でる。大丈夫、かわいい孫だもの。あなたが幸せになってくれるのが一番いいに決まってる。あなたのおばあさまもきっとお母様もかわいい孫や娘の幸せを一番に願っていますよ。おばあさんは優しく私を撫でながら言ってくれた。あなたみたいな優しい女の子が娘や孫でいてくれて、きっと二人とも幸せだったことでしょう。私はおばあさんと向かい合って、いつまでも涙を流し続けた。私たちは相当目立っていたようで、迎えに来た京子さんはひどく驚いた顔をしていた。申し訳ございません。母がご迷惑をおかけして。何度も何度も頭を下げる京子さんに、私は何度も首を横に振る。おばあさんは、京子はやっぱり来れなかったんだね。大人の方にご迷惑をおかけして、とため息をついた。京子さんの顔が悲しげに歪む。京子さん、おばあさん、今は目の前の京子さんと記憶の中の京子さんが結びついていないだけで、おばあさんは京子さんのことを本当にとても愛していると思います。気づけば口走っていた。余計なお世話だと分かってはいたけど、伝えずにはいられなかった。私は京子さんに、おばあさんが京子さんのことをどれだけ愛しているのか、おばあさんから聞いた話を伝え続けた。京子さんは驚いていたけれど、次第に涙ぐみ、声を殺して泣き始めた。何度もお礼を言う京子さんとおばあさんに別れを告げて、私はファミレスを出た。面接の時間を大幅に過ぎてしまっていた。私はスマホを取り出して企業に面接に行けなかったお詫びの電話をかけると、そのまま駅に向かい家に帰った。家に帰ると私は写真の中の祖母に語りかけた。今日という一日のこと、そして今までの私自身のこと。泣きながら何時間も語り続けた。こんなに喋ったのは生まれて初めてなんじゃないかと思うほど、たくさんの言葉があふれてきて止まらない。
話したいことは山ほどあった。翌日、私の泣き晴らした顔を見て、教授や友人たちはとてもがっかりした顔をした。私の話を聞くと、彼らはもったいない、店員に任せてしまえばよかったのにと呆れていた。でもそのうちの一人が、でもなんか茜らしいねと言うと、みんな確かに茜って聞き上手だからつい話したくなるんだよねと口々に同意し始めた。また頑張ろうという励ましを受けて、私は就職支援課の窓口に向かう。すっかり顔なじみになった職員さんが私の顔を見て気遣わしげな表情をした。自分のしたことを間違っているとは思わない。後悔もしていない。しかし就職活動をやり直さなければいけないことは憂鬱だった。私は再び就職活動を開始した。いい企業はすでに募集を終了していて、私は残された企業の中から良さそうな企業にどんどん応募していったが、相変わらず結果はあまりいいものではなかった。そんなある日、携帯電話に一本の電話があった。突然のお電話で申し訳ございません。こちら広瀬あかねさんのお電話でお間違いないですか？それは私が先日面接を受けられなかった企業からの電話で、再面接を行うという内容のものだった。私は狐につままれた思いで教授にこの話を伝えた。教授も友人たちもよかったねと自分のことのように喜んでくれた。チャンスが再び巡ってきた。私は大急ぎで家に帰ると、この喜びを祖母に報告した。私は気を引き締めて再び面接の準備を始めた。そして迎えた面接の日、私が受付で名前を告げると、受付の人は内線電話で担当者に電話をしてくれた。受付の前で担当者を待っていると、しばらくして一人の女性がやってきた。現れた人物を見て、私は驚きのあまり口を開けて固まってしまった。そこに現れたのはスーツ姿の京子さんだった。お久しぶりです。京子さんは丁寧に頭を下げると、こちらへどうぞと歩き始めた。私は何が何だかわからないまま京子さんの後についていく。京子さんはどんどん会社の奥に進んでいくと、重厚な扉の前で立ち止まった。プレートには社長室と書かれている。京子さんがドアをノックすると、中から入るように指示があり、私は恐る恐る社長室の中に足を踏み入れた。はじめまして、広瀬あかねさん。私は社長の鈴木です。立派な部屋の奥にいたのは50代後半くらいの男性だった。彼は軽く自己紹介をすると、先日は母が迷惑をかけたねと笑いかけた。姉がどうしても君に会ってほしいというものだから。君が母を助けてくれた日、君はうちの面接を受ける予定だったんだろう。これは身内の恥というものだからね。急遽再面接の場を設けることにしたんだ。もしかして清さんですか？彼の言葉を唖然として聞いていた私は、緊張のあまり的外れなことを言ってしまった。社長さんは表情を歪めると、そうだがと不思議そうな顔をした。申し訳ございません。おばあさんからたくさんお話を聞かせていただいたので。
暴れん坊だけど本当は優しくて頭が良くて友達思いで自慢の息子だって。私は勢いのままに続ける。どうしても伝えないといけないことがあった。私はおばあさんとお話ししてとても素敵な人だと思いました。優しくて思いやりがあって誰よりも家族を愛している温かいお母さんです。恥なんかじゃありません。本当に素敵な人です。そこまで言ってしまって私は社長さんのポカーンとした顔に気づいて慌てて頭を下げた。社長さんは少し無言で考え込むような顔をしていたが、こほんと一つ息をつくと、では再面接を始めようかと重々しく言った。部屋に重苦しい空気が流れた。私は今更ながらに緊張して全身に冷や汗が伝うのを感じた。今まで実感が湧かなかったが、目の前にいるのは大企業の社長さんだ。私なんかが気さくに口を聞いていい相手ではない。急に現実に引き戻された私は社長さんの質問にしどろもどろになりながら答えていく。手のひらにじっとりと汗をかいていた。ある程度面接が進んだところで社長さんがもういいと言った。終わった。せっかくのチャンスだったのに全然ダメだった。私が落ち込んでいると社長さんは大きくため息をついた。君は随分と損な人だな。見知らぬ人のためにチャンスを無駄にするわ。自分のことになると急にしどろもどろになるわで、全くもって損ばかりしている。そして机の上に一冊のメモ帳を置いた。だから君はこんなにも多くの人に愛されるんだな。それは私が就職活動に使っていたメモ帳だった。いつの間にかなくしてしまっていたものがどうしてここにあるのだろう。私がメモ帳を見つめていると社長さんは苦笑する。これは君がファミレスを去った後に追いかけてきた店員から姉が受け取ったものだ。さっきの君はしどろもどろで何を言いたいのかがさっぱりわからなかったが、これを読めば君がどんな人物かはわかる。社長さんが目で合図をすると、京子さんがメモ帳の最後のページを開いて私に渡してくれた。面接は人物を見定めるためにやるものだ。今の面接だけでは君がどんな人物か今一つわからなかったが、私は君がどんな人物かをよく聞き知っている。君は人の話に真剣に耳を傾け、人の気持ちに真剣に向き合う誠実な人間だ。そんな人にこそ我が社で働いてほしいと思っている。私は社長さんの言葉を聞きながらもメモ帳の最後のページから目が離せなかった。そこには私の知らない達筆のきれいな字で、話を聞いてくれてありがとう、あなたの幸せを祈っていますと書かれていた。私は溢れそうになる涙をぐっとこらえて、謹んで勤めさせていただきますと頭を下げた。その後、私は企業に就職し営業職として働いている。口下手な私に営業と友人みんなは驚いていたけれど、私自身で意外に思うことに、意外と私はこの仕事に向いていた。お客様の言葉にしっかりと耳を傾け、最適なプランを提案する。自分から話すのは相変わらず苦手だけど、それでも
周りの人に助けられながら充実した日々を過ごしている。私は今でもあのおばあちゃんの家に時折遊びに行って話を聞かせてもらっている。おばあちゃんは私のことを京子さんだと思っていたり分かっていなかったりするけれど、その温かい心に私は何度も救われている。おばあちゃん、ありがとう。目の前のおばあちゃんと天国の祖母に向けて私は感謝の言葉を口にした。